るとか都市伝説とか聞いたことがあって、VIO デリケートゾーンの V ラインはどこまでなくすか迷うんですけど、みんなどんな感じが多いですか？どうも、美ボディ研究部部長の佐久間美桜です。はい。今日はお久しぶりの銀座ファインケアクリニックさんとのコラボ動画です。私、案件とかはね、あんまり受ける方ではないんですけど、銀クリさんコラボはね、部員さんからも好評で、たびたび DM で脱毛割引またやってほしいって声いただきましたし、実際に私も通っててすごい気に入ってるので、みんなにもシェアします。ということで、早速ですが、タイトル回収ということで、あれからね、もう早いもので3年ほど経ちまして、その後どうよっていう話をね、今日は話すより見せた方が早いかと思いますので、ちょっと恥ずかしいけど、近距離でお見せしていきたいと思います。じゃあまずは肝心の脇からということで、本当にしばらく自己処理してないからね、大丈夫かなと思うんですけど。では、いきます。はい、大丈夫でしょうか。こんな感じで。もうね、ほんと、だいぶ、すごい近くで見ても、あんまりわからないんじゃないかな。あんまりここまで近づけて脇をお見せしたことないので恥ずかしいですけど、こんな感じで、もう産毛とかもあんまり目立たなくなってきましたね。すごい近距離でよーく見たら、こう、産毛よりは多少濃いめの薄い毛くらいは、たまに1、2本、気にするっちゃ気にする人もいるかもくらいの毛が生えてきたりはするんですけど、これは自己処理しないと外には出れないなくらいの目立つ毛っていうのはもう3回から5回くらい受けた時点で私はもう大丈夫かなと思いました。続いては腕いきたいと思います。腕はね、もうわかるかな。ほぼほぼ産毛くらいかなという感じです。肩とか気にされる方もね、たまに DM でいらっしゃいましたけど、私は肩はもともとそんなに気になる方ではなかったので、はい、こちらも産毛くらいかなっていう感じです。上半身もこんな感じで、お腹とかももう生えてないと思われる。背中ちょっと自分じゃ確認しにくいけど、この前姪っ子と温泉行った時に背中綺麗だねって言われたから多分大丈夫だと思います。で、最後が足ですね。こんな感じで、もう毛は全く産毛も生えてないかなっていう感じです。iPhone 画質良すぎるんだよな。なんか目で見てる方が綺麗に見える。なんか iPhone だと毛穴が目立つような見え方に感じる気がするんだけど、肉眼で見た方が綺麗って言いたい。この辺とかもね、もう生えてこなくなったので、私としては大満足でございます。絶対肉眼の方が綺麗だって。はい、とこんな感じでもう目立つ毛はね、数年見てないかなっていう感じなんですけど、薄い産毛とかはまだ完全にはなくなってないかなっていう感じですね。前の動画とかでも詳しくお話ししましたけど、レーザーって黒いものに反応するので、濃い毛の方が早くなくなるんですけど、産毛とか薄い毛になってくるとより時間がかかるので、どれくらいまでを求めるかによって回数とか長さとか変わってくるとは思います。あとはデリケートゾーンはやっぱりちょっとしぶとくて、だいぶ薄くはなったんですけど、まだ目視できるかなくらいの薄い毛が数本下の方だけ残ってるっていう感じかな。まあ、ある程度形を整えたいとか残したいっていう方もいらっしゃると思うんで、もうね、完了でもいいとは思うんですけど、私は全部いらんと思う派なので、もうちょっと頑張ります。とは言ってもね、私は3回コースの後にメンテナンスで何回か通ってるので、厳密に3回コースの直後とか1年後の様子が知りたいっていう方は、この辺の動画でご確認いただけたらなと思います。概要欄にリンク貼っておきます。まだメンテ通ってるってことは3回じゃ効果なかったのとか、実際何回受けたのとか、この後の Q&A コーナーでお答えしてます。ということで、ここからは事前にインスタに届いたみんなの質問に答えていきたいと思います。今回はね、私だけじゃなくてプロにも答えていただいたので、早速ご覧いただきましょう。どうぞ。はい、ということで、プライベートでも何度もお邪魔している銀座ファインケアクリニックの新宿院さんに今日はやってきました。施術の様子とか院内の様子とか過去の動画でご紹介しているので、今日は早速みんなの質問に答えていただきたいと思います。では、行ってきます。今日はよろしくお願いします。お願いします。では早速答えていただきたいと思います。これはクリニックさんへの質問ですね。脱毛の副作用とかはありますか？これ確かに私も脇がになるとか都市伝説とか聞いたことがあって、どうですか？ですね、
脇がになる原因の多くは遺伝によるものなので、はい、脱毛しても脇がになることはございません。完全に都市伝説ですね。だってご安心いただければと思います。よかった。ただ逆に脱毛で脇毛がなくなることで雑菌が繁殖しにくくなりますので、雑菌による嫌な匂いっていうのはむしろ軽減されますね。むしろいい匂いっていうか嫌な匂いはなくなると。はい。香りとか以外の副作用みたいなものも特にないですか？特にございません。中高生で脱毛すると大人になって生えてくるとか、破壊されたはずの毛がまた生えてくる可能性があると聞いたけど、本当っていうことですか？成長段階であればその可能性はあるんですけれども、目安としては生理が始まってから成長はほぼ完了したというふうに言われておりますので、また入る可能性はございません。破壊されたものじゃなくて、毛周期で寝てたやつが起きてきただけとか、そうですね。まだ定期的にメンテナンス通ってますかとか、計何回しましたかとか、満足できるまでの時間っていうことなんですけど、この方は腕だけでも12回やってもまだ生えてくる方みたいで、私の場合は今13、4回目くらい通ってるんですけど、正直3回から5回通ったくらいで満足はしてるんですよ。じゃあなんで14回も通ってるのかと言いますと、私は仕事的にこうモデルみたいなこともやるので、ドアップでね映った時とかにちょっと薄い毛とかあったら恥ずかしいじゃないですかっていうのもあったりだとか、編集してくださる方とかに迷惑かけないようにっていう理由で結構産毛もなくすレベルで目指しているので通わせてもらってるんですけど、3ヶ月に1回くらいかな、今でもメンテナンスは通ってるんですけど、こういう仕事してなかったらもう5回くらいで通院はしなくなったんじゃないかなと思いますね。VIO デリケートゾーンの V ラインはどこまでなくすか迷うんですけど、みんなどんな感じが多いですか？割合的にこれくらいにする方が多いですよとか教えてもらえると嬉しいです。7割ぐらいの方はお客様ツルツルを選ばれている方が多いですね。もう形とかじゃなくても全部。そうですね。で、10代から20代の方はやはりほぼほぼ全体的にツルツルにされている方がやはり多いかなと思いますので。脱毛した肌って黒ずみませんかっていう質問なんですけど、この方はエステ医療と繰り返したら黒ずんだそうで、脱毛したら黒ずむっていうことがあるんですか？基本的にはレーザー自体がメラニンの色素に反応するので、照射することでむしろ黒ずみの改善も期待できるとは言われておりますね。ただ黒ずみとしてなってしまった原因が考えられるとしたら、照射直後にお肌がデリケートな状態の時に強い摩擦ですとか、そういうような刺激が加わって、黒ずみになる可能性というのがあるので、照射後2、3日保湿していただいた方がいいのかなとは思いますね。この方、黒ずみをきれいにするにはあと70回追加しないととか言われたらしいんですけど、脱毛はイコールその黒ずみ対策に直結するっていうわけではないですもんね。そうですね、基本的にはメラニンの色素には反応するものではあるんですけれども、毛母細胞って毛に対してにはなるので、そうですよね。それですとまた違う対応になるかなと思いますね。そんなことはここではおっしゃらないですよね。そうですね。トータルいくらだったってもうわからんよもうだって19歳から医療をやって一回エステも挟んだんですよ。でまたここ医療なんですけど、最初の医療も高かったし、もう10年前とかなんで、その後のエステさんは一見安いんですけど時間がすごくかかっちゃったので、もうほんと5、6年経ってもまだなくならないなって思ったので、その間に数十万消えてしまったので、多分100万円近いかと思います。エステを8年してもうほぼ生えてこない場合にするならエステかなっていうことなんですけど、ほぼ薄い毛になってる場合は、医療の方が効果ありますかみたいな質問かなと思うんですけど、どうですか？そ
そうですね、10年以上前のエステですと、ルールがしっかりと整っていない状態でしたので、強いパワーで照射している場合があったりですとかで、完全には戻りきらないっていう可能性はありそうなんですけれども、現在は法律で脳母細胞を破壊できるっていうのが医療機関のみと決まっているので、エステと医療ではもうパワーが全く異なるような形になっておりますので、仕上げでもされるのであれば、医療の方が回数が少なく済みますし、さらに永久的な効果が得られるので、やはり医療の方がおすすめかなとは思いますね。脱毛サロン選びで気をつけるポイントはありますかということなんですけど、医療脱毛でも使用している機種によりまして、完了までの必要回数が全然異なってまいりますので、まずは使用している機種をお調べいただいて、熱破壊式のクリニックを選ぶことをお勧めいたします。そういうのって聞いたら、ここは熱破壊式ですかとか聞いたら教えてくれるものですか？そうですね、取り扱っているものは聞いていただければ全てお答えさせていただいておりますね。じゃあ逆に教えてくれないようなクリニックはちょっとそうですね、なんでないかと思うんですけれども、教えちゃダメとかそういうのないんですかね？ないと思います。はい。聞いてみてください。熱破壊式ね。タイでは熱破壊式のみを、取り扱いしておりますので、お足が最短回数で完了が可能となります。早いもん。またエリートプラスという最新機種を使っておりますので、冷風機能がついてるんですけれども、そちらがかなり痛みが軽減されるような形になりますので、隊員さんのようなオプションで麻酔代がかかってしまうですとか、そんなことあるんだ。ないのでご安心いただければと思います。都内に4店舗ございますので、毎回お好きな店舗がお選びいただけますので、予約の取りやすさっていうのもそういうの推しポイントになりますね。私は銀クリ一押しです。ということで質問は以上になります。すいません、お忙しいところお時間いただきまして。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでいかがだったでしょうか。ここからはお待たせしましたということで、銀クリさんコラボといえば待望の動画を見てくれた人限定割引のお知らせです。しかも今回はね、いつもよりすごいんじゃないかな。いつもは3回で10万円切るくらいだったけど、今回はね、5回でなんと10万円どころか8万円を切っちゃう7万9000円。月々だと2800円らしくて、思わず、大丈夫ですかって聞き返しました。なので結構部位とかが限られてるのかなと思ったら、ドクターズセレクト全身脱毛って言って、人気の部位を集めたコースとのことで、ちゃんとね、指とかまで入ってるし、一番洋服を着てても目につきやすくて、日頃の自己処理が大変な箇所をまるっとカバーしてくれてるから、この価格で5回も受けれるっていうのは、大丈夫ですか？しかもね、なんと今回、ここからさらに佐久間みを限定キャンペーンなるものをつけてくださり、この動画の概要欄のリンクから予約してくださった方は、ここにさらに顔も入って7万9000円とのことで、なので多分これかなり人気になると思うので、いつ終了しちゃうかとかわからないので、気になる方はぜひお早めにってだけ言っときます。はい。ということでね、こんな夏も終わりの時期ですが、ようやく自粛ムードも解消されてきて、今年の夏はお出かけしたけど、無駄毛に悩んだっていう方も多いのではないかと思いますので、来年の自分にはね、そんな思いをさせなくていいように、今のうちから準備開始しときましょう。たったの5回って言ってもね、毛には毛周期ってやつがあるので、早くても1ヶ月半とか2ヶ月に1回くらいのスピードでしか通えないので、2ヶ月かける5でもう10ヶ月でしょっていうことは、5回完了する頃にはもう夏は目前ってなっているはずなので、まだ先のことだしとは思わず、早めに来年の夏はツルスベお肌で楽ちんにお楽しみいただけるように、お早めに概要欄チェックしてみてください。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。グッドボタンやコメントもいつもありがとうございます。励みになってます。それではまた次回の部活でお会いしましょう。またね。